指輪を滅ぼすために酒谷を旅立った9人の勝ち旅人。フロド・バギンズだけが指輪の責任を負っていましたが、その秘密の作戦を成功させるために全員が力を尽くしました。トールキン教授の指輪物語の魅力の一つは、境遇も目的も異なる仲間たちがそれぞれ困難に向き合い、自分らしさを発揮しながら乗り越える様子が生き生きと描かれているところだと思います。こんにちは、ぬきの下です。先日9人の旅の仲間の一人一人が果たした役割の重要度を評価して貢献度順にランク付けするスクリーンラントという海外メディアの記事を読みました。原作の内容に踏み込んだ読み応えのある記事でしたが、視点が変われば評価も変わるものです。そこで今回はそちらの記事の形式をお借りして、私なりの原作における旅の仲間の貢献度ランキングをお届けします。スクリーンラントのランキングも合わせてご紹介します。順番をつけることにためらいもありましたが、指輪の破壊とサウロンを倒すという最終目的に誰がどう貢献したのか、それぞれが果たした役割に光を当てるつもりで、あえて順番を考えてみることにしました。指輪の破壊はもちろん、戦闘での活躍、知識やリーダーシップ、精神的な支え、さらには予想外の出来事も評価に含めました。視聴前に自分なりのランキングをメモしておくと、比較しながら楽しめると思います。コメントで皆さんの意見も教えてください。それでは早速9位から発表していきましょう。旅の仲間の貢献度ランキング第9位、軒の下の場合はレゴラスです。最下位とはいえ、レゴラスが何もしなかったとか役に立たなかったということでは決してありません。順位はあくまで相対的なものですし、今回の評価軸はキャラクターの魅力とは別のものなので、レゴラスファンの方はがっかりしないでもらえたらと思います。レゴラスはエルフの王子でありながら野心を見せず、リーダーに常に敬意を払い、一行の離散の後はギムリと共にアラゴルンを支えて旅を続けるという誠実な姿勢を貫きました。彼が面倒を引き起こしたのは、ギムリへの無理解からドワーフの強情っぱりと言いのけた時くらいのことだと思います。ロスローリエンで一人だけ目隠しすることを求められたギムリが断固として拒否した時に出てきた言葉ですね。この時にはアラゴルンが丸く収めてくれました。またカラジュラスでニッチもサッチもいかなくなった後、太陽を探しに出たレゴラスですが、そのまま太陽を連れて戻ってこれたら順位はもっと上だったかもしれません。エルロンドがレゴラスを指輪隊に加えたのはエルフを代表してのことでした。彼には自由に選択することが認められており、最初に期待されたのは霧降り山脈を越えるところまでの同行でした。それでも汝を共に経験した後、みすみす仲間たちを見捨てるようなことのない信頼のおける存在です。ただし今回の貢献度ランキングでは、指輪の破壊とサウロンを倒すという目的にどれだけ寄与したかという観点を重視していて、レゴラス自身がその目的のために主導的な働きを見せたとは言い難く、9位という評価にしています。一方スクリーンラントではレゴラスを6位と高く評価していました。注目されていたのは、レゴラスが関与したある失敗が意図せず指輪の破壊という最終目的に結びついたという点です。それはレゴラスと闇の森のエルフたちが預かって捕らえていた極利を逃してしまったことです。一見すると保護監視の失敗に感じられ、貢献には程遠いようにも思います。でも極利が逃げなければ中津国はどうなっていたでしょうか。フロドの案内をすることも、滅びの山であの偶然のような出来事を起こすこともありませんでした。
つまり脱走させてしまったという失敗が最終的に指輪の破壊へとつながる一因となったとみなして、スクリーンラントでは間接的な貢献として高く評価していました。旅の仲間の貢献度ランキング第8位、の木下の場合はギムリです。冒険においてギムリが真価を発揮したのは、モリア行きという難しい選択をめぐってガンダルフを熱心に支えたことにあると考えています。旅の仲間の大部分はどこか不吉な予感を感じ取ってモリアを避けたがる様子を見せました。特にボロミルはあからさまに反対していました。けれどギムリだけは山の下に慣れたドワーフらしく、暗闇を恐れずたびたび道選びの相談にも乗りました。ガンダルフはギムリの言葉と勇気に大いに励まされ、モリア行きを推し進め、そしてまた出口へと近づいていきました。ガンダルフは最終的に自分の命を犠牲にしてまで隊員全員を無事にモリアの外へ導きました。また角上城の合戦では多くに囲まれていたエオメルの命を救う活躍がありましたし、石を扱うのが得意なドワーフ族の知識を生かしてロヒルリムに防壁の補強を助言することもありました。ギムリはレゴラスと同様にずっとアラゴルンを支える立場だったので、貢献度という観点からは低めの順位になっています。ですが霧降り山脈を横断するしかない状況でガンダルフの精神的な支えになった点を評価して、ギムリをレゴラスより高い8位としました。一方スクリーンラントではギムリは7位、角笛城やペレノールノなどでの戦闘面での貢献を高く評価する一方で、指輪の破壊に直接つながる行動はなかったという理由からこの順位になったようです。旅の仲間の貢献度ランキング第7位、の木下の場合はボロミルです。ボロミルの愛すべき人柄と仲間を何度も救った豪遊さがあってもなお、9人の中では最も厄介な人物だったと言わざるを得ないでしょう。彼はエルロンドの会議で存在を知って以来、たしなめられてもなお一つの指輪を使ってみたいという気持ちを胸に秘めていました。このことが端的に表すように、ボロミルは他人の話を軽く受け取り、自分の主張をしなければ気が済まないところがありました。ボロミルは指輪を使ってみたいという望みをこじらせ、とうとうフロドに指輪をよこすよう迫ります。この一件はフロドに指輪の魔性が人々に及ぼす影響を認識させ、みんなを置いて旅立つ決意をさせました。ボロミルの狂気もまたフロドの旅立ちに一役買うことになったのです。フロドとのやりとりの後、仲間たちの元へ戻ったボロミルは、フロドが指輪をはめて消えてしまったことを白状します。すると仲間たちは驚き慌ててフロドを探しに飛び出していってしまいました。こうして小舟のある湖岸に誰もいなくなり、フロドにとっては密かに出発できる状況が整ったのです。仲間たちを説得しなければならないとしたら、フロドの旅立ちの決心は鈍ってしまいそうなほどやっとのものだったのです。ただ一人命がけで敵地に侵入して指輪を滅ぼすことが目的だとしたら、それは当然のことだと思います。そこに主人の行動を正しく推測したサムだけが戻ってきて、2人で旅立つことができたのです。当人の行動にだけフォーカスすると、貢献というより失敗に見える点は、9位のところでもお話ししたレゴラスが極利を逃してしまったことと同じかもしれません。ボロミルの場合も本人の意図とは関係なく、結果として目的達成に影響を与えたというところが物語のユニークなところだと思います。スクリーンラントのランキングでのボロミルの貢献度は何位だったかというと、最下位の9位でした。私と同じように指輪に関連する点を評価しつつも、早い段階でいなくなってしまったことから
指輪を捨てる使命を最後まで見届けなかったという点や、指輪をゴンドールに持ち帰りたいという野心があった点において、他の登場人物に比べて低い評価としたようです。旅の仲間の貢献度ランキング第6位、木の下の場合はピピンです。ピピンは旅の最初期からメリーと共に友情の面でフロドを支えてきました。フロドを一人で恐ろしい目に遭わせられるかという思いやりが彼を突き動かしていました。この点はメリーも同じですが、メリーをピピンより上位に置いたのには理由があります。それはメリーのところでお話ししますね。ところでピピンがデネソールの狂気からファラミルを救うために奮闘したことも忘れてはいけません。でも私は指輪物語にはピピンにも本人の意図しないところで指輪戦争に大きな貢献をしたというほのめかしがあるように思っています。もしレゴラスが送りを逃してしまったこと、ボロミルがフロドに旅立つ勇気を与えたことをそれぞれ貢献と読み解くのなら、このことも貢献に加えていいはずです。モリアで井戸から石を落としたことが結果としてバルログを目覚めさせてしまったこと、パランティールを盗み見たことはどちらもある意味子供っぽいいたずらから始まったことですが、見方を変えればバルログの件はガンダルフが試練を乗り越える機会となり、パランティールはサウロンを撹乱させることにつながりました。そのどちらも指輪戦争の戦況に大きな影響がありました。詳しくは別の動画、いたずらが中津国を救う旅の仲間にピピンが必要だった理由で考察しているので、ぜひご覧になってみてください。私はこのことを理由にピピンを6位に選びました。スクリーンラントではピピンの貢献度を8位と下から2番目に位置づけています。ピピンが一つの指輪を破壊するという大目的にあまり寄与していないからということが理由のようで、それでもピピンがゴンドールで小さいながらも重要な役割を果たしたと評価する理由は、結果としてアラゴルンが王としての地位を利用してモルドール国内からサウロンの注意をそらすための行動に出られるようになった。こうした点においてピピンをボロミル以上の貢献だと評価したようです。ここまで9位から6位まで4人分の貢献についてお話ししてきました。私もスクリーンラントも共通して6位までにレゴラス、ギムリ、ボロミル、ピピンが出てきました。皆さんのランキングや評価はどうなっていますか？それでは5位に入っていきましょう。旅の仲間の貢献度ランキング第5位、木下の場合はメリーです。メリーが6位のピピンの貢献度を上回る理由は2つあります。1つ目は、フロドの旅についていく準備の実質的なリーダーとして陰謀者一味を率いていたという点です。このおかげでガンダルフに捕まったサムだけでなく、メリーとピピンも旅に同行することをフロドに認めさせることができたのです。このメリーの鋭い観察眼と良い周到さは、映画の勢いのいい仲間入りには現れてこない原作メリーの魅力です。メリーがピピンを上回ると思う2つ目にして最大の理由は、エオウィンと協力してアングマールの魔王を滅ぼしたことです。これによりサウロンの戦力が大いにそがれたことは言うまでもありません。ホビット省の土地にはかつてゴンドールの兄弟国アルノールという王国が広がっていました。その王たちに土地を与えてもらって住み始めたのがホビット省の始まりでした。ですがしばらくするとその王国はアングマールの侵攻を受けて消滅してしまいました。つまりメリーはアルノールの国民として仇を討ったことにもなり、二重の勇しを打ち立てたことになります。スクリーンラントでもメリーは同じく5位です。同じようにアングマールの魔王を退治した功績を取り上げているので、ここはさらっと進みますね。
旅の仲間の貢献度ランキング第4位の木下の場合は、誰もが敬愛を抱かずにはいられないアラゴルンを選びました。アラゴルンはリーダーシップを発揮して戦争を勝利に導くだけでなく、サウロンの注意を自分に引き寄せることで間接的にフロドとサムの旅をサポートしました。フロドとサムはその隙をついてモルドールに侵入し、最後の最後まで気取られず滅びの山にたどり着くことができたのです。そうでなければ、ホビットたちはモルドールでオークやナズグールに捕まってしまったことでしょう。アラゴルンがそれほどのことをできたのは、エレンディルの世継ぎとして、そしてまた長い年月をサウロンを打ち倒すために危険と困難の多い旅や戦いに身を捧げてきた経験の賜物でした。スクリーンラントも同じくアラゴルンを4位に据えています。こちらでもアラゴルンの陽動作戦を評価していますが、重きが置かれていたのはアラゴルンの内面です。アラゴルンはイシルドゥルの末裔としてエルロンドの会議の席で一つの指輪の権利を主張することができる唯一の人物でした。こうした立場にありながら、ボロミルのように指輪を取ってサウロンを滅ぼそうという思い上がり、あるいは惑いを抱くことはありませんでした。こうした点がアラゴルンをさらにかけがえのない存在にしたのだという考察をしていました。5位と4位は軒の下とスクリーンラントでは順位が全く同じでした。順位が同じでも評価ポイントが人それぞれという点は、メリーとアラゴルンへの評価が分かりやすいかもしれません。皆さんのランキングはどうですか？ここからいよいよトップ3に入っていきます。旅の仲間の貢献度ランキング第3位の木下の場合はガンダルフです。イスタリとして西方から派遣された中で、ガンダルフだけが唯一サウロンに抵抗する意志を持つ者たちすべてを結び合わせることに希望を抱き、力を尽くし続けました。ガンダルフはさまざまな種族や国の間を渡り歩きました。イスタリの中でガンダルフが指輪発見者のビルボと接点があったのは偶然以上の出来事と言えるかもしれません。アラゴルンは戴冠式で指輪戦争での勝利をミスダンリル殿こそここに成就されたすべてのことを動かしてこられたお方だと称えました。ガンダルフなくして勝利はありえませんでした。ですがガンダルフが理解していたように、戦いに勝ったところで指輪が滅ぼされない限りサウロンの力は残ることになり、完全な勝利ではありませんでした。ですから1位と2位は替えの利かない2人の登場人物に譲ってもらおうと思います。ガンダルフならこの評価をきっと認めてくれると思います。スクリーンラントではガンダルフとフロドのどちらが一つの指輪の破壊により重要な役割を果たしたのかは議論の余地があるとしながら、ガンダルフを2位に、フロドをより上位に置きました。この順位付けにした理由を、ガンダルフはサルマンのように自らが権力を握るのではなく、中津国の人々に救済を委ねる意思があったことがガンダルフの成功の秘訣だったと考察し、ガンダルフ自身は英雄でなかったという点を挙げています。旅の仲間の貢献度ランキング第2位、軒の下の場合はサムワイズ・ギャムジーです。サムははじめ単にフロドを支える役割として冒険に加わりました。彼が初めの頃に気を配っていたのは、フロドの細々とした身の回りの持ち物を旅に持ち出し、いざ必要という時に得意顔で取り出せるようにしておくといったような身の回りの世話のことでした。しかし道が進むにつれ状況は変わっていきます。フロドの主導で進んでいた旅は終盤いつしかサムの意思で進むように変化していくのです。それにサムはキリス・ウンゴルでフロドが死んでしまったと思われた時、父的に指輪を引き受けました。もしフロドがパルスガレンから一人で旅立っていれば、キリス・ウンゴルで指輪を奪われ、フロドの旅は失敗に終わったでしょう。
こうした実際の働きだけでなく、サムが最後まで抱き続けた希望と主人への愛は、指輪の魔性によって絶望を抱えて旅を続けたフロドにとって精神的な支えでもあったはずです。サムは文字通り困難に立ち向かうフロドを全面的に支えたのです。スクリーンラントではサムは3位でした。サムはフロドをあらゆる段階で支え、サムがいなければサウロンが倒される見込みは全くなかっただろうと考察しています。そして最後にはフロドをおぶって歩みを進めたこともサムを冒険を成就するための鍵だった理由に挙げています。ですがスクリーンラントの記者はサムの貢献以上に前述のガンダルフを評価し2位に位置づけています。この2人に対する見方は私は時期によって意見が変わってしまうかもしれません。それくらいどちらも重要な役割だったということですが、私にとって1位だけは不動です。旅の仲間の貢献度ランキング第1位、軒の下の場合はやっぱりフロド・バギンズです。一つの指輪の対処を決めるエルロンドの会議の席で指輪を引き受ける意思があったのは唯一フロドだけでした。彼は本心では旅になど出ず、酒谷でビルボの傍らで安らかに居こっていたいと願っていました。ですが一旦旅に出るとフロドは真価を発揮します。彼は指輪から受ける誘惑と暴力に長く持ちこたえました。道すがらであったファラミルはフロドがあくまで指輪を使わずただ隠し持っている状況に驚嘆の念をあらわにしました。そしてまた冒険の過程で国利を通じて憐れみと忍耐を体得していき、一つの指輪を滅ぼすことのできる状況を生み出しました。このようにフロドが冒険で成し遂げたことはガンダルフの憐れみの実践、または指輪物語におけるフロド・バギンズの成長という動画で考察しているので、フロドについての理解を深めたいという方はこちらの動画もぜひご覧になってみてください。私にとってフロドもサムも大切なキャラクターで、2人はお互いにとって欠かせない人物であることもよく分かっているつもりですが、やはりこの命を懸けた旅を引き受け、中津国を救えるものならできるだけ尽くそうと主体的に考えたフロドを1位に置きたいと思います。スクリーンラントのランキングでもフロドは1位に置かれました。このランキングをご紹介したいと思ったのは、エンタメ系情報サイトの考察では映画がベースとなり、故にフロドがこれほど上位に置かれることがないからです。重要な指摘は、他の仲間たちが単に座してフロドの任務遂行を待つのではなく、自らも危険の中に飛び込んでいったのは、フロドが一つの指輪をモルドールへ運ぶために何を犠牲にしたのかをみんなよくよく理解していたからだという点。それから長らく指輪を所持した後、滅びの山の火の中に指輪を投げ込むことは誰にとっても不可能だという点です。以上が軒の下なりの旅の仲間の貢献度ランキングでした。いろんな見方があると思うので、ぜひぜひコメント欄でこの人物のこういうところも評価できると思うとか、このキャラクターはさらに上位に置きたいと思う理由などをコメントでお寄せいただけたら嬉しいです。もしまだ指輪物語を読んだことがなく、映画版のみの印象を持っていると、順位もそうですし、考察部分も映画とは違った印象を感じたのではないかなと思います。一人の意見ではありますが、オリジナルと映画の間のギャップとして知っていただければと思います。ちなみに今回紹介させていただいたスクリーンラントの記事は、ファンタジー作品がご専門の記者のエンジェル・ショーさんの指輪物語の9人の旅の仲間がどれだけ成功に貢献したかのランキングです。ご興味があれば記事もご覧になってみてください。軒の下の動画では質問も募集しているので、興味のある点があればぜひコメントをいただければと思います。ここで回答というより、ゆくゆく動画に反映していければと思っています。今後も指輪物語などトールキン作品をより深く理解するためのお手伝いができるような動画を作っていきますので、
ぜひチャンネル登録をしていただき、中津国の冒険を一緒に楽しんでいきましょう。この動画が楽しめたら高評価もよろしくお願いします。それではここまでの木下がお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。